こんにちは。今回は細けい話です。細けい話なんですが、差がつくポイントでもある戦場イベントでの防衛設定と近接戦闘についてです。上手になると戦場イベントをより楽しめるようになると思います。ちなみに1軍特化で育てていて2、3軍はヘナチョコ。そんな一般プレイヤー向けのお話ですので、ずっとダイヤ加速をしているようなピップな方は好きに暴れてください。戦場で使う防衛設定は基本3パターンです。まず1軍のみの防衛設定。最も使用頻度が高いです。迷ったらこの設定で戦っていきましょう。次に1軍プラス2軍の設定。ちょぴっと格上と戦うときにこの設定で攻撃から身を守ります。このちょぴっとというのが結構くせ者で、自分より 1M か 2M 格上だったり、ギリギリ負けてしまうくらいの相手だと思ってください。それ以上格上の相手だとヘナチョコな2、3軍だと余裕でぶち抜かれてしまいます。この戦力の塩梅を理解するには裏技のような近道はなく、普段から輸送車やアリーナで自分の実力を確認して慣れておくしかないでしょう。そして完全防衛オフ。戦場イベントではあえて攻撃を受けて安全地帯に戻りたい時くらいしか使いません。というか1軍のみ防衛設定の状態で1軍を外に出撃させてしまえば完全防衛オフ状態になれるため、確実にダメージを受けたい、そんなシーン以外ではあまり使わないです。ちなみにですが、戦域対決など世界マップでの戦闘では結構使うことがあるので、その点は勘違いしないようにしましょう。確実にダメージを受けたいシーンってなんやねんと思った方もいるかと思います。戦場イベントでは自分の耐久値が低い状態での移設は水を用意せずに日本酒を飲み続けるくらい狂った行為とされています。そうならないためにもあえて攻撃を受けて安全地帯に戻り耐久値をリセットする、通称デスルーラを積極的に使っていきましょう。そんな時には完全防衛オフの設定を利用したりします。世の中には近づいてはいけないプレイヤーがいます。明らかに様子がおかしいプレイヤーはわかると思いますので、今回はどのレベルの相手までなら近寄ってもいいのか、もう少し具体的に考えてみましょう。自分の一軍と相手の部隊を比べるのが基本です。その結果、相手の一軍に勝てる、相手の一軍に負ける、相手の2軍にも負ける、この3パターンがあるとします。さて、どのラインまで近づいてよいでしょうか。まず相手の1軍に勝てる場合、これは積極的に近づいて OK です。1軍が勝っているということは2、3軍以降もパワーで押せる可能性が高いので、こういう相手とは近ければ近いほど主導権を握りやすくなります。次に相手の1軍に負けている場合、これは積極的に近づきたくはないですが、なんとかなる場合があります。1軍負けのパターンでも大きく2つあり、1、2軍を防衛に出れば基地を守れるレベルの相手。このレベルなら接近して全然大丈夫です。焦る必要はありません。次に1、2軍防衛を入れても抜かれてしまうレベルの相手。こうなるとかなりやばいです。しかし焦らずに可能な限り相手の時間や耐久値を奪っていきましょう。焦ってしまってですね、完全に防衛を外してあっという間に飛ばされてしまうのが一番まずいので、負けてしまうのは仕方ないですが、簡単に全ての防衛を外すようなことはしないで、少しでも周囲の占領を伸ばしたり、隙があったら相手の耐久値を削るようにしていきましょう。そして最後に相手の2軍にすら負けている場合、こんなやばいやつに近づいてはいけません。強いプレイヤーであればあるほど
仮に飛ばされたとしてもダイヤダッシュで部隊を走らせて、削った兵士は加速で回復させてきます。リスクを取って攻撃をして仮に成功したとしても得られる恩恵はさほど大きくないのです。やばいやつにはとにかく仕事をさせない、つまり戦闘をさせないことは一番です。できるだけ距離を置いて立ち回りましょう。はい、それでは部隊の紹介からいきましょうか。まずは一軍アダスカ戦車です。まだまだ使えます。はい、そして次2軍ですね。最近ちょっと考案した第2戦車隊使ってます。結構いけます。そして3軍です。この部隊自体は弱いんですが、1軍や2軍とセットで使っていきます。今回雪嵐の戦場での解説となります。雪嵐、初動はだいたい上下の施設に部隊を送り込んで、だいたい9分30秒かな、30秒ぐらいになったら1回目の移設を切っていきます。移設予定地の近くに人がいたので偵察を投げてますね。はい、偵察結果こちらでした。これ多分1軍負けるんですが、1、2軍で防衛設定を入れれば守りきれると見て横に移設を切っていきます。はい、より左側の箱に近いので左に移設ですね。これで最初の物資を待ちます。一応2部隊分防衛入れましたね。さあ、これは困りました。左下の方にかなり強い部隊が来ました。おそらくこの航空機は1、2軍防衛を入れても守りきることができません。兵士が無駄になるので慌てて2軍の防衛を外します。箱が来たので箱に部隊を走らせるの優先です。この状況で一番避けたいことは基地を防衛している1軍を慌てて外に出してしまい一気に飛ばされることです。相手も1軍は基地にいるのが分かっているので他の部隊で攻撃をしてきません。ただ負けると分かっている戦闘を1軍にさせるのも兵士がもったいないので相手の攻撃が当たる瞬間だけ出撃させてみようと思います。はい、1軍が相手航空機とすれ違いましたね。今左上見てもらうと1軍を引き戻すために左にですねこれスライドさせるとこの赤い矢印マーク出るんですが、これをタップすればすぐさま1軍を引き戻すことができます。これ本当によく使うので覚えておいた方がいいです。はい、1軍戻ります。はい、これは完全にラッキーだったのですが、私が1軍が出たのを見て相手が2、3を出してきました。ただ1軍を戻しているので防衛することが可能です。とはいえ、ここまで耐久値減ってしまうとできること少ないです。箱のカウンターがあと少しなので、箱に注意を向けてますね。この後は飛ばされて次の目的地へっていう感じです。続いては相手が後から来るパターンですね。こういうパターンもかなり多いです。実力を見られてから飛んでくるので、だいたい格上がやってきます。はい、隣にかぼちゃさん来ましたね。すぐさま2、3と出します。はい、このシーンですね、3部隊目だけ横にスライドしてすぐ撤退ボタンを押せるようにしています。これですね、2部隊目の攻撃が通った場合、そのまま攻撃しますが、負けて帰ってくる場合、もうすぐさま戻してですね、兵士の節約をするためです。なので、このシーン、この部分しか見てません。あとこれ地味に知らない人いるんですけれども、このウィリアムズの左にあるこの緑のバー、これそのまま部隊の体力になってますので、ここを見ておけば戦闘したのか無傷で帰ってきたのか分かります。はい、ウィリアムズの部隊の緑ゲージ全く減ってませんね。防衛部隊がいないので、このまま3部隊目もぶつけます。1軍は相当強いみたいですが、2発入ったので結構リードですね。さあ、箱が降ってきたので箱優先です。一瞬体力値リードしたのですが、もう風前の灯火ですね。やられるのは仕方ないと思って1軍を出して少しでも延命しようとしています。はい、この後ですが飛ばされてから箱1個取れそうだったので次の場所に向かうという感じです。さあ2軍を走らせて
その瞬間、横に来ましたね。一部隊少ない状態での戦闘。とりあえず3軍走らせましたが、しっかり守っているので通りません。箱優先で上に出してますね。さあ、1軍陽動で出したら、釣られて2軍出てきましたね。お願いします。こういうの美味しいですよね、地味に。はい、やってることは同じですね。1軍を受けないように一瞬出して、最後箱まで入れて、ここデスルーラ使います。はい、かなり美味しい感じに戻ることができたので、この後次の目的地へという感じです。で次は1軍勝ってるパターンですね。楽なパターンです。相手1軍だけ防衛設定みたいなので、強気に横に移設していきます。はい、今2軍1軍の順番で出していき、2軍はすぐに引き戻す準備をしています。相手が全く部隊を出さない場合はそのまま引き戻してあげます。もし1軍が出てきたのであれば、そのままぶつけてあげればダメージを稼げます。相手が冷静な場合、あんまり効かない小細工なんですけれども、私は2軍にウィリアムズを使ってるということもあって、部隊の見た目で混乱するかなっていう狙いもあります。ずっと同じですね。2、1で出して、相手が焦るのを待ってます。焦りませんね。私も1軍が出てるので少しリスキーな動きではあるんですが、そこは相手の性格を見ながらプレイしていきましょう。さあ、似たようなシーンです。今度は2、3で出してみました。2をぶつけて通らなかったので3は引き戻します。戦車が入ってますが、1軍勝ちなので、これは余裕がありそうですね。箱に部隊を向かわせつつ、1軍で削りに行きます。右にもう1人来ましたね。中見た感じ、1軍上取れてるので、数多いですけれども、落ち着いて対処すればなんとかなりそうです。とはいえ数が多いとですね、なかなか勝ち切るの難しくなるので、箱のタイマーがもう少しなので、箱に注力をしていきます。相手の1軍出されるときついので、少しでも時間を稼ぐために1軍出撃。箱を獲得することがもうできたので、ここには用がないです。うまく1軍の防衛を抜きながらデスルーラで戻っていきましょう。左側のプレイヤー、耐久値1000だけにできそうなので、うまいことを削って、自分は戻っていきます。はい、次の目的地に飛んでいきましょう。横に飛び込んでくる相手が自分より弱いということは、ぶっちゃけあんまり確率としては高くないです。今回結構強い人が来たパターンですね。同じように2、3と出していきます。はい、偵察結果を見たわけではないですが、ここに出てる72という数字は、私の2軍が相手の兵士をどれだけ削ったかの数字です。めちゃめちゃ少ないので、相手が結構強い1軍だというのがこの時点でわかります。はい、武装30のルシウスが出てきましたね。明らかに格上とわかるので、1軍で攻撃を受けるのはやめときます。1軍を出撃させて引き戻す。相手は釣られて出してこないですね。その代わりに3軍と全ての防衛が入っているようです。そう簡単にダメージは通りそうにないですね。こういう時大切なのは慌てずに時間を稼ぐことです。箱が降ってきたので、こちらのタイマーを進めることを優先しましょう。味方も来てくれたので、今回は結構楽そうですね。2軍を出して牽制です。落ち着いてますね。ルシウス出てきました。出撃させて戻します。はい、ここですね、ちょっと視力が必要な場面なんですけれども、手前の部隊はカーリーで、後ろの部隊がルシウスなので、2軍が先にやってきてるのがわかりますね。こちらは守れるので1軍で弾いて、ルシウスの部隊だけ攻撃を受けないようにしてあげましょう。攻撃使いでもカーリーを採用してない人結構多いので、そこだけ難しいですね。このシーンですが、基地の残り耐久が1000なので、痛み分けで左の人に一発入れるため攻撃を準備しています。出撃タイミングは相手の一軍が出てくるなと思った時です。いいタイミングですね。一発多分入ります。移設のクールタイムもすぐに上がるので、次の目的地に移動です。このシーンは1軍がお外に出ていて、2、3軍で防衛を入れるシーンなんですが、
これもやはりですね、相手の何軍が出てきたか判断して今防衛を入れて跳ね返す。最近私戦場イベントは iPad でやるようにしてるんですが、これもっさいスマホだとですね、結構この防衛設定とか難しいんですよね。毎年この春の時期に学生さんか教職員の人でしたら iPad 学割で買えるようになってるので、遊び用の端末として iPad を購入するのはめちゃめちゃいいと思います。さあ、そうこうしてる間にデスルーラで元の位置に戻りましたね。さあ、ここでは相手の耐久値が低いので低耐久の苦しみを味わっていただこうと思います。相手の一軍をよく見ておきましょう。出ましたね。1、2と出して刺さりますかね。はい、刺さっていきました。逆に一軍を外に出したときは狙われると思っていた方がいいです。箱に向かって1、2と出します。右に来ましたね。3出します。一軍は負けて戻ってきてます。3が刺さりました。落ち着いて一軍で防衛入れておきます。どうやら相手一軍の航空が出れば攻撃は通るみたいなので、航空出るなと思うタイミングで一軍を出して先に刺さったので勝ち切りましたね。はい、では最後に、ほぼ全て思い通りにいった雪嵐の試合載せておきます。開幕下の製油所に2軍、近くに来た人に1軍、3軍はもう一回製油所に送りましたね。偵察を見た感じ、1軍攻撃当てても良さそうだったので当てに行きます。はい、勝ってますね。最初の目的地、一番上の箱が降ってくるところに移動です。警戒マークで仲間来てねとプレッシャーをかけておきます。なぜか左下製油所に警戒出されたので、こっち来てねとさらにプレッシャーをかけています。やかましいですね。1人来ました。右だけ取れればいいかなとこの時点では思ってます。2人応援が来たので左上もなんとか取れそうですね。右に行きましたが耐久値が明らか低いので1軍で殴りに行きます。通ればラッキーです。通りましたね。右にも来ました。1軍防衛だけみたいですね、この人は。1軍の防衛が間に合ったので、耐久をほとんど減らさずに耐えました。左上の方でまだ戦闘しているので右の人を排除した方がいいかなと思っています。1軍だけ攻撃を通せるみたいなので繰り返し攻撃をしていきます。ここは無理に飛ばさなくてもよかったかもしれないですね。左上を任せて次の目的地です。こっち側の箱もトリコを置いてプレッシャーをかけています。はい、1軍が戦闘して2軍が次に戦闘するような順番で防衛を入れてます。右に飛んできましたね。一気に来ましたが多分守りきれるのでとりあえず2軍だけ出して攻撃しておきます。刺さりましたね。箱の獲得はできそうなので1軍で耐久値だけ削っておきましょう。はい、これ以上は削りません。絶対に抜かれないように一応1、2軍防衛入れてます。クールタイム上がったのでまたもや上に降ってくる箱のところに移動ですね。ミサイルサイドに部隊を送ろうか迷ってますが1部隊どうやら走ってるみたいだったので任せてます。可能な限りどんな部隊でも手元に置いておきたいですね。横に飛び込んできたこの人は1軍が抜けていれば攻撃が通る人ですね。そういうのを覚えておくと結構いい感じです。箱ギリギリ負けてしまったので箱優先で部隊走らせます。1軍は牽制です。1軍も勝てる時と勝てない時がありますね。私の場合戦術カードは2枚とも攻撃系なので攻めた時の方が部隊が強くなりがちです。
さあ、しっかり防衛入れられると抜けないですね。箱のタイマーがあと少しなので、箱の方に注力していきましょう。はい、逆に自分の耐久値が1000だけ残ってしまいました。本当はすぐ移設したいのですが、ちょっと我慢してミサイルサイロ、あとは他のところに部隊を出す動きをしてみます。ありがたいことに攻撃してくれましたね。はい、これですっきり次の場所に行けます。さあ、ここまでほぼ全ての箱を獲得することができているので、試合の展開としてはかなり有利ですね。あとはマッチングの性質もあってか、ギリギリ私の一軍が勝てるぐらいの人が多いので、かなり有利に立ち回れてます。はい、一軍ね、ギリギリ勝てるか負けるかぐらいの航空2部隊に挟まれて、ちょっと苦しいですが、ぶっちゃけここまで来ると、あとは何をしておいても勝てるでしょ。とりあえず移設のクールタイムが上がるまでは簡単に飛ばされないようにわちゃわちゃしています。余談ですが、皆さん雪嵐の勲章はどれくらいお持ちでしょうか？私はもうあまりにも箱にこだわりすぎるがために、この箱にめちゃめちゃこだわった勲章になってしまっています。なんとかですね、この金の勲章、これを1回の戦闘で全部取るとかできないかなとか思ったんですけれども、それをやろうと思うと、あまりにもなんていうか全体の勝利に貢献しないプレーになってしまうので、またいつかですね、ちょっとやってみたいんですが、まだ手を出せてません。はい、というわけで今回ですね、動画かなり細かかったと思うのですが、こればっかりはもうやった回数だと思いますので、皆さんの戦場イベントの何かの参考になればと思っております。この動画が良かったよ、役に立ったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければ戦場イベントで勝利をつかんでいきたい仲間の皆さんにこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。